九電バイ高弘佐藤のデザイナータクこと佐藤高弘です。よろしくお願いします。着物を着たいけどなかなか着れない、着付けはできるけれども着る時間がない人など、着物を愛する人のために、着物に見える和のモードな、服を作っているファッションブランドになります。もう、スタートしてから2017年、18年の年末にかけて海外のキックスターターというところで初めての服をデビューさせたところがきっかけです。その前から、私は43歳で、ミシンとパターンを習って、服を作り始め、この服を、キックスターターでリリースさせていただき、その後にイタリアの世界最大級のデザインアワードのソーシャルデザイン部門でブランドとこの服が受賞したりとかですね、あとはオランダと香港共同のデザインアワードで受賞させていただいたりとかしています。また車椅子ダンサーの神原健太さん、これはカメラマンの新井さんと一緒に撮った九電のプロモーションビデオがギリシャやアメリカなどで賞を取らせていただいているブランドです。はい、僕は43歳でファッションデザインを初めてやる前はずっと長年デザインクリエイティブの業界でディレクターなどをメインにやってまいりました。実際はデザインもやってたんですけれども、私自身が高卒で、親の家業をちょっと助けなきゃいけなかったこともあって進学を諦めて、その後に家業を助けた後に東京に出て、よくあるバンド活動というか音楽をミュージシャンを目指して、やってきてました。その時から、音楽と何かクリエイティブな仕事をということでいろいろと、面接とかを一生懸命受けて、その当時、ゲーム会社に入社します。それからゲーム会社とかおもちゃ会社とか、外資の、会社のプロジェクトなどを任されるような、基本的にクリエイティブ畑をずっと歩ってきました。この九電という事業をやる前はデザイン会社をさせていただいたんですけれども、自分で会社を経営してました。ただハードワークがたたってしまって、そうですね、倒れてしまって、黒字倒産っていう形になってしまって、その時に、持病を持ったりとか、夫婦関係がうまくいかなくなって離婚をして、障害ある息子と離れるという経験を、経て、いますと。息子と会えない期間が、しばらくありまして、そんな時でも彼のために何か一生懸命父としてやりたい。会えなくても、何か彼のために自分の人生を生かしたいっていうふうに思うようになりまして、そうだと。今可愛い、本当に盛り可愛い時に彼を抱きしめることができなくても、彼が大きくなって、ニキビ面になったりとかですね、でかくなったらそんなにね、ちいちゃい頃のように可愛い可愛いってならないと思うんで、じゃあそうなった時に僕が一緒の働く場所を作って働いて、ずっと一緒にいたいなっていう思い、夢を描いて、何か新しい事業を作っていかなきゃならないと思っていろいろ試した結果、この九電というものを、作るに至ったという経緯がございます。はい、先ほどの経歴で多少ちょっと触れたんですけれども、僕の夢は、障害ある息子と一緒に働く場所を作るというものを、達成することです。これは夢ではなく目標ですね。息子は、僕は1歳8ヶ月で、離れてます。その後、2年ほどは、面談が年にそうですね、1回か2回できたんですけども、再婚するということで、
父と名乗れなくなり、その後徐々に、面談することも、できなくなるっていう苦しい時期をすごく過ごしてました。その時にそうですね、先ほど経歴でも言ったように、今可愛い盛りは肌身を感じて抱きしめることができなくても、彼が将来大人になった時に一緒に働く場所を作って一緒に働こうというふうに夢を持って、事業を作り始めるというのがきっかけです。ただ私も一度、会社を畳んで潰してしまって、黒字倒産だったんですね。やっぱり体がどうしてもハードワークをたたってしまって倒れてしまってっていうところで、もう二度と会社経営したくないなって正直思ったんですけれども、やっぱどん底の中で、本当に、破産して貧しくて、お金もなくて、何も本当にないような中でも息子だけがやっぱり光だったというか、彼を、のために少しでも何か父として、やらなきゃっていう僕の中の衝動があって、彼が僕を突き動かしてくれたんだと思います。でやっぱりそのやってきたことがデザインとかクリエイティブ畑なので、またデザイン会社をやろうかなと思ったんですけれども、そうすると、障害者雇用っていうことはなかなか、できないというか、障害のある方が働く仕事が限られてしまう、私たちが提供できる仕事が限られてしまうということなんで、何か物を作って物を販売するっていう、ビジネスであれば、ものづくりの現場からそれを発送する倉庫だったり、もちろんこのデザイン周りのオフィスみたいなところでの仕事っていうことでぐるりと、うちの息子が大きくなって何か彼の個性に合った仕事を提供できるんじゃないかなと思って、何か物売りをしたいなと思っていろいろチャレンジをしてました。その中で、まずヴィンテージの羽織とか着物っていうのを競りで落とさせていただいて、小物紙を取ってですね、まずテスト販売を eBay、それから、SC かなでさせていただいた時に、やっぱりすごく海外のお客様からも好評をいただいたっていうところですね。でテストマーケが成功したので、その時にこの羽織に合う洋服があったらもっとすごく素敵なのになって思って、だったらないのなら僕はデザイナーなので、作ってしまえと思い、ミシンを買って、それからパターンの教科書ですね、専門学校のファッションの専門学校の教科書とかをちょっと取り寄せたりとかをして、独学で勉強させていただいて、おります。で初めて作ったのがこれ僕が着ているサムライモードジャケット、サムライモードシャツ、サムライモード、パンツっていう3ピースで着物に見えるという、ファッションですね。それを作りました。はい、これは今、お話ししたように、ヴィンテージの着物、羽織っていうものが売れて、そこに合う服があったらなっていうふうにまず、きっかけをいただいたことが、一つと、もう一つはそのヴィンテージとか羽織とかを売ったりするっていうところのきっかけで、僕もすごく着物が大好きで、自分でもすごい下手なんですけど、男着物なんてまだ簡単なので、着たりとかするんですが、なかなかやっぱ着る時間がないと。それからやっぱり実は東京から、父親の介護が口伝を作る途中であって、がんになってしまって介護もしなきゃならないということで、東京の吉祥寺から拠点を日光の実家に、ここですね、すみません、あんまり綺麗なところではないんですけど、僕の実家で、僕が中学校と高校生の時に、自分の部屋として子供部屋として使ってたところをみんなで改装して今区でのオフィスにしてるんですけども、戻ってくることになりました。その時にずっともう長年20何年離れてきてたんで、父親だけの一人暮らしなんで荷物の整理だったりとかいらないものの不要処分とかっていうのをしてたんですけれども、その時に、母親の形見の着物、母はもう着物大好きで、踊りをしたり舞踊をしたり、それから、そうですね、着物を着てお出かけするのもすごく好きだっ
た人だったんで、自分の着物を大切に取ってあったのと、僕とか弟の、着物、七五三の着物ですとか、そういうのもすごく丁寧に取っていったのが、見つけたんですね。で、母さん着物を愛してたんだなっていうところって、親子なんで似てるななんて思って、その着物と、なかなか僕も、忙しくて着付けができない、着ていく場所がないっていうところ、もしくはもう介護やって障害ある子どもの、子育てなんかをしてたり、経営者で飛び回ってるんで、なかなか、着物が着れない、時間がないっていうよりも心に余裕がなくて着れないっていうことがやっぱ多くて、簡単に着れる方法とかって今ね、皆さん YouTube とかいろんなところで教えてる方もいらっしゃるんですけど、着物を、着る時間がないっていうよりも、着物を着る心の余裕がない、忙しくていろんなことをやってて、で多分僕のような、方結構いらっしゃるんじゃないかなって思ったんです。着物好きだけど何らかの理由で着れない、もちろん着付けができないっていう理由で着れない人もいるでしょうし、着付けは自分でできるんだけれども、僕のように忙しくて誰かのために一生懸命やって忙しくて着れないっていう人のために、なんかやっぱりでもそれでもやっぱ日本人ですから、日本文化好きですから、やっぱ着物好きですから、着物のねなんか気分を日々日常に取り入れて生活したいなって思っていたので、じゃあなければ、僕が、デザイナーとして作ってみようっていうふうに始まったのが、着物ベースで口伝が、出来上がっていった、理由になります。はい、そうですね。口伝の服を作った時に僕がやっぱり着たいなって思うデザインを、どうしても作ってしまうというところがデザイナーとしてあります。で、やっぱり僕がもともとのファッションでモード系がすごく好きで、日本の、黒の衝撃というんですかね、モード系は、海外に対しても、いろいろ先人の大先輩のブランドさんたちが世界にインパクトを与えている、黒い服っていうところはすごい僕も憧れがあって、かっこいいなっていうふうにしていつも、ファッションでも取り入れたりしてたんですね。で、口伝のデザインをするにあたって、ライバル競合他社さん、ライバルっていうのもおこがましいですね。別に皆さんで盛り上げていけたらいいなと思ってるんですけども、どうしてもそのふわっとしたりとかゆるっとしたりとかダボっとしたりとかっていうちょっと緩めのタイトの、服が多かったんですね、着物スタイルでも。素材感もナチュラルな感じでってとこで、ちょっと僕のそのモード好きだったりするところで、結構タイトでシャープなところがすごい好きだったので、ちょっと違うなっていうところがあって、他社とは違う口伝ならではってことで、フォーマルでも着れるような、かっこいい黒の、ジャケット、羽織、それからそれに合うシャツ、それに合うパンツっていうのを、考えてきました。やっぱり、服っていうのはやっぱりその僕としては、もう第三の皮膚だと思って哲学してます。やっぱり、僕のデザイン哲学としては、よくねデザイナーとかコレクションが発表するときは自分のその、インスピレーションとかアイディアとかクリエイティビティをどうだって表現するキャンバスとして、使うと思ってるんですけど、表現の、一つの手段として僕はどうしてもやっぱ服としては、お客様、着てくれる方が主役の服にしたいなってすごくやっぱりいつも思って、デザインしてます。なので、その方が胸を張って、この服を僕のサムライモードシリーズを着て凛とした本当にパリッと凛とした気分になって、よし今日も一日頑張るぞとか、何か、プレゼンテーションの場だったりとか、何か本番の場とか、何かその今日はやってやるぞみたいな時に、凛とした気持ちになって、いくような服にしたいなと思って、黒をベースに、作ってます。本当に何でしょうね、シルエット、それからチーフが入るようにしたりとか、世界の社交の場で、フォーマルとして着物を、ブラックフォーマルとしてね、着ていただけるような願いを込めて作ったので、特に黒
という色には思い入れがあります。これは今スタンダードモデル、トリアステートモデルなんですけども、これは本当に、よくブラックフォーマルで使って呼ばれている生地なんですね。トリアステート。このとろみと落ち感、この風になびく感じ、っていうところと、この色ですね。黒。やっぱり、生地自体もすごく黒にこだわって、色にこだわって作ってます。多分クデンの服の中で一番黒が黒いのはこのスタンダードモデルのトリアステートモデルだと思います。これもお気に入りで、もうこれも4年くらい着ているものになります。はい、ですね、ちょっと一つに絞れないんで2つ言っていいですか。一つはやっぱりこのジャケットですね。サムライモードシリーズ、サムライモードジャケットで、これだけワンなんですね。うちの服っていうのは、大量生産大量廃棄っていうものをなくしていこうっていうことなんで、シーズンごとのコレクションっていうのを廃止してます。秋物、冬物っていうのも多少あるんですけども、うちお客さんが海外、世界中いらっしゃいますんで、年中暑い国の方もいらっしゃれば、寒い国の方もいらっしゃったり、四季があったりなかったりみたいなところがあって、絶えずそのお客さんのところに合った服を用意しているような感じで出しています。また僕がこれはいいなっていうふうに着物の良さを洋服に落とし込むアイディアができて、デザインしてみてこれはいけるなって思った時しか服を出さないっていう特徴もあるので、このですねジャケットが思い入れがあるっていうのはこれが唯一今のところ、一番最初に出した服であるにもかかわらず、デザインが変わってないんですね。なぜかと言いますと、同じ時期に出したシャツはこれ、シャツ2なんですね。でパンツは、パンツ2になってるんですね。でうちの服の特徴としては、iPhone みたいにデザインをブラッシュアップしていく。大元をすごく変えるんではなくて、より、リリースして僕が気になったところ、ああすればよかったなっていうことや、お客様からの感想を聞いて、よりこうリファインしていくので、リファインすると2、3、4、5みたいな形で、服が進化していくっていうのが実は特徴があるブランドです。なので、シャツとパンツ同時期に出たサムライモードシリーズ3ピースで着物に見えるジャケット、シャツ、パンツっていうこの3ピースが唯一ジャケットだけこれ1なんですね。なぜ1なのか。それはですね、直すとこがないからなんです。直すとこがないぐらいやっぱり完成度が高いものができたなっていうふうにデザイナー的にすごく誇りに思っているところです。もちろんこれは、初代の、縫製工場の、マロンさんっていう、工場実は今もうないんですね。僕らの、服を作ってくださっている途中で、アパレルの、不況に煽られて、倒産してしまったっていうのがあるんですけども、その職人の方たちと、切磋琢磨させてアドバイスしてもらって可愛がってもらって、作り上げた一着ってことなんで、この、そうですね、マロンさんとの思いが入った魂が入ったこのジャケットっていうのがすごくお気に入りの一着ですね。またそのアパレルの、社会問題になっているですね、大量生産大量廃棄、この裏側ではブランドさんが自分たちの利益を優先するために、縫製工場を買い叩いてるっていう現状が今まであって、今、まさしく日本の縫製工場が、絶滅の危機に瀕しています。本当に大きなところか、お父さんお母さん、息子たち子供たちでやってるような小さなところ、両極端しか残ってないですし、そのお父さんが倒れちゃったんで縫えない、ごめんなさいみたいなところもうちのパートナーの皆さんでも、起こってきてますし、大きなところでも実はほとんど外国人労働者が入っていて日本人で作ってるわけではないみたいなところがある中で、うちのパートナーさんはメイドインジャパンで、ずっとやってるんですけども、そういった問題も、あるということで、この服はうちの口伝の象徴だなと思ってます。でもう一着なんですけど、このシャツ2の亜種、派生系のシャツなんですけど、サムライモードシャツ2重ねっていうのがあって、ここに、レイヤードで着てるように襟がですね重ねになってもう一枚色がついていて
カラー、本体とこの襟が、ツートンになってたりとかですね、あとレースがかってるっていうところで、ちょっと遊び心がある、クデンならではのシャツなんですけども、それが、すごく思い入れがあるというか、これはやっぱりクデンがちょっといろいろとコロナ禍で、どうしよう、海外に今まで発送してたものが国内郵便が、国際郵便が、1年半ぐらい止まっちゃったんですね。うちB2C って言われてお客さんに直接、商品をお届けするブランドになってるんで、海外もお客様そうなんですね。で、注文が入ってもお客様に届けられない、要は売り上げが全く立たないっていう時期が丸1年半から2年あって、で苦しくて、国内のクラウドファンディングも、始めていくっていう実は流れがあったんですけど、その時に、息子と面談が再開させていただいて、名古屋の方に迎えに行っている途中に、立ち寄った静岡の木宮神社っていうすごい大きな、クスノキがある、神社さんなんですけども、そこで息子と、お参りをしている時にアイディアをいただいて作ったのがその重ねっていうシャツですね。巫女さんのお守りとか頒布されている巫女さんとかの衣装を見ながら、これ素敵だなと、これもっと遊び心を入れたらもっと楽しいんじゃないかなっていうのを思いついて、作ったということがあって、それもクデンのそのピンチを救ってくれた服ということで思い入れがすごくありますと。はい、そうですね。冒頭から自己紹介も言ってるんですけども、43歳で、息子のために勉強して一年発起して、ファッションデザイナーになりました。44歳でデザイナーと今までコンプレックスがあって、僕は高卒なんで、独学でずっとデザインも勉強してたんですね。それでいろいろな大手の玩具とかゲームメーカーとかいろんなところ渡り歩いてきたんですけども、やっぱコンプレックスがあって、デザインの仕事しててもデザイナーって名乗らなかったんです。でも息子のために頑張るぞって言った時に、デザイナーと名乗り、ファッションもやるっていう挑戦を、しました。これも本当に、息子の、が僕をまともな人間にさせてくれたんだなっていうふうに思ってます。そんな息子も、10年離れて、暮らしていたんですが、2年前ですね、ちょっとお母さんの方の事情といろいろ重なりまして、息子を私が男で一つで、育てることになりました。で今2年息子と育てながらこの口伝をスタッフの支えを、受けながら一生懸命みんなで頑張っている最中です。で息子が、僕のところに来たのが、そうですね、12歳11歳から12歳の、間小学校、6年生で、来てます。今中学部の2年生になってます。彼が、高校を卒業するまで、あと4年あります。逆に言うと4年しかないんですけども、そうですね、その4年経った後の時には、口伝でも障害者雇用をしていたい。でその後にはもっと稼いでもっと、着物を好きな人たちに喜んでいただいて、口伝を大きくして、障害のある、社員たちが、住むグループホーム、僕が死んだ後も息子がそこで暮らせるような、グループホームっていうのを、仕事と住む場所っていうのをセットにして口伝で作っていきたいなっていうのが、今後僕が、最後死ぬまでにやりたい目標だと思っております。また、大好きな着物も、本当に、どんどん衰退していってます。もう着ることができる人がどんどんいなくなってたりとか、作れる人も減ってきてます。また、縁があってこうやって、ファッションブランドをさせていくんで、日本の縫製業界、アパレル業界っていうのも見てきてます。それも本当に今瀕死の状態です。できれば恩返しとして着物文化を、国内外に広めることだったりや、縫製工場も自社で持って障害者雇用をしたりとかして、日本の高い縫製技術、洋裁も和裁も含めて何か小さくても残してい
聞けるようなプロジェクト、ファッションと障害福祉と、着物の文化、ファッション業界の縫製工場の、高い技術を守るっていうこの3つの軸を織り交ぜて、口伝で小さくても、何かこういうことできるんだよっていうモデルケースを作って皆さんに真似していただけるようなビジネスモデルっていうのを作って、皆さんと共に、日本文化、着物の文化、日本の高いものづくりの技術、また、障害福祉などを盛り上げていきたいなというふうに、夢を持って、おります。はい、長い間見ていただいて本当にありがとうございます。口伝かっこいい服一生懸命作ります。でもかっこいいだけじゃない裏側っていうのをこういう形で、僕の口から発信させていただけたらなと思ってます。本当に口伝ってクラウドファンディング何回もやらせていただいて成功させていただいて本当に皆さんのおかげなんです。で、クラウドファンディングがなぜ口伝を受けるかというと、ファッションがかっこいいだけじゃなくて、こういう今日僕がお話ししたようなものに共感してくださった方、もしくは僕がやろうとしている、父としてやろうとしていることに、共感を持っていただいている、障害福祉の関連の方、ファッション業界の方、着物業界の方々、本当に、いつもありがとうございます。見ていてくださった方も本当にありがとうございます。お時間使っていただいて本当に嬉しいです。一緒にこういう服で、楽しみながら自分を表現しながら、一緒に頑張っていけたらいいなと思ってます。あなたの着こなしやあなたの夢もどうか、僕にも、聞かせてください。子供たちのためにも障害ある子供たちのためにも私は、これをやりきろうと思っております。ぜひ一人では何もできない本当にポンコツな父ちゃんなんですけれども、皆さんの力を貸していただければ嬉しいです。今後ともどうぞよろしくお願いします。